上手い人は無理しないんですよ、実はね。凄まじく難しいことをやってるように見えつつ、上手い人ほど絵の描き方とか考え方とか手順とかがめちゃくちゃシンプルなんですよ。今上手くない人はね、考え方がめちゃくちゃ複雑で、これ何かっていうと 3D のアプリとか 3D、ソフトとか重たいね処理をですねいっぺんに同時にやったらですね、よほどのパソコンじゃない限りですね、だいたい止まっちゃったりとか動かなくなったりするでしょ。それと同じことみんなやってるよっていう話なんですよ。絵が上手い人ほどやってることがね、実は一つしか、開いてない状態っていうのかな。複雑に同時にですね、いきなりはですね無理なんですよ。例えば空間を学ぶっていうことと人体は同時には勉強できません。どう考えても分散されるんです、能力が。その時にやることを皆さんですね、一つにね絞った方が僕は習得が早いかなと思うんですよ。まず皆さんはですね、無理なことを自分で設定するんですよ。まだ全然書き始めなのに、いきなりね正確に模写するみたいなさ、しんどいですよ僕だって今までにですね、正確に模写しろって言われたら結構しんどいですよ。なのでいきなりですね模写はちょっと辛いと思うよ。それは中級者以上というか、そこそこ 1,2,3 年書いてきて、もっと上手くなりたいなとか、もっとちゃんと徹底してね上手い人の形を覚えなきゃなという自分なりの課題、危機感なり必要性みたいなものを感じて初めてやりゃいいんであって、絵描き始めの人とかですね、絵を動かしたり描いたりするのが楽しいか楽しくないか分かんない状態で正確に模写したらしんどいですよね。なのでそういう人がやるべきことって、まず絵が描いて楽しいってことをね十分実感すること。三日坊主っていう言葉がねいかにも悪そうな話に聞こえるんですけど、考えるべきは3日でやめてしまう怠惰な自分は悪いものだと思うんじゃないんですよ。3日しか続かないようなことを選んでしまった行動が間違ってたんだよ。これは何かって言ったら無理なことをしてるんです。三日坊主の人はほとんどの場合無理なことをしてのハードルが高すぎだからやめちゃうんですよ。ちょうど今ねアニメコースの、方もね最初の設計の段階での修正やってるんですけど、大体みんな自滅してきます内容が大変すぎて自滅する。これね僕も体験してます。最初の実写アニメの絵コンテね書いた時にすげえ大変しちゃったんですよ。結局完成せずに絵コンテで終わりました。一応絵コンテは書き切ったんだよ。だけどその後ねどうにもね作画に入る気になれずですね、もう絵コンテで終わりました。でその、後に作ったアニメはどうやっても完成しそうなぐらいハードルを下げまくったんですよ。そしたらね完成しますよ、さすがに。それでも大変だよ。超適当に作っても完成するじゃんぐらい楽ちんにハードルを下げまくる、作画を簡単にする。それでも大変でした。そういうものなんです創作って。だからハードルを上げすぎない、そして無理なく、しかも最大コスパを考えるんです。考えてください、本当マジで。自分にですね無理したところで何も生まれないんですよ。だって無理だからね。大体ですねうまくいってない人の共通点っていうのは、まず無理なハードルを設定して、そしてそれができなくてへこむっていうね。でやめるっていう。で続かないからうまくならない。大事なことはですね、めちゃくちゃ低い階段を毎日一歩ずつ進むことなんですよ。どうやったら怠惰な、大して絵も好きじゃない、才能もない自分が楽しくできるか。等身大の自分以下に、まず落として、でそんな怠惰な自分でもなお創作が続けられる状況や環境を作る。でそれで言うとね、まず僕はですね無理しないっていうのはですね、つまんないことをやらないっていうことに決めました。まずしんどいこと、つまんないことやらないんですよ。これ向いてないからですね。でそれはですね一生やらないわけじゃないです。まだやらないです、それは上手くなる方法らしいと。例えば正確に模写するとか何かを参考に書くとかっていうのはどうにも自分は嫌なんです、つまんないんですって人はですね、ちょっと今まだね時期じゃないんです。まだねそのタイミングじゃないっていう風に、一生やらないんじゃなくて、まだ多分そのタイミングじゃないか、ずっと嫌いかのどっちかなんですよね。一応その可能性はね残しといた方がいいです。とりあえず保留にしとくんですよ。今一番楽しそうなことで、しかも一番得意なことからやりましょうよ。料理でもピアノでも何でもそうなんですよ。複雑なことはいきなりできないから、まず最初は簡単なことから始めるんだよね。
得意なことが見つからない場合どう考えたらいいんですか？見つからない。本当ですかね？なんかいろいろまだやってないだけなんじゃないですか？見つからないっていうのはいろいろやった後の話ですか？一通り気になること、楽しそうだなって思うこと大体やりましたか？やってないんじゃないかなと思う。で、やった挙句わからないとか面白くないなと思ったら、一旦そういうジャンルは向いてないんじゃないかなっていうふうに一回距離を置くというのもありなんじゃないかなと思いますね。筋肉とか骨格が好きでそういうのを勉強したいって人は全く否定しないし、そういうね、多分こう内部構造から攻めていきたいっていうね、そういうような発想の人って多分いると思うんだよね。例えば、車の中身がすごく興味ある、仕組みに興味があるとか、そういう人はですね、そこから入ってって全然いいと思うんですけど、自分の好きなことから入りゃいいんですよ。人ってもうね、好きじゃないことをやってる時点でもう無理なんですよ。これもう好きじゃないことやってる時点で無理が来てんのね。でその無理をまた別の無理で隠そうとして、その無理の雪だるま方式みたいになってさ、どんどんこう自分の状況がねやばくなってくるんですよ。大体絵っていうのはみんなやめちゃうの。なんでかっていうと、自分に対してめちゃくちゃ無理なハードルを課して、で無理なんでみんなやめてってくれるんですよ。僕のこれ考えですけれど、アニメーターだろうが漫画家だろうが結局さ、人生楽しい方が勝ちじゃん。絵の練習もですね、なんかこれ辛いなって思ったらね、ちょっと一回ね練習方法を変えましょうよ。辛いなって思ってる時点でもう義務感でやってんですよ。よくわかんないでやってんですよ。誰かがこれやれって言ったからやってんですよ。その時点でね、割と無理系化してます。無理するってことは無理なんですよ。今無理しなきゃいけない時期ってのはね、明確に分かってんだったら無理してください。よく分かんないけど気づいたら無理してる人、その無理はあまり意味がないかもしれない。その無理はね、無理なことをやったところで得るものがあまりないかもしれない。自分でこれは無理するべき勝負のタイミングなのかっていうのを見極められなくなっちゃってるかもしれないですね。まずはやっぱりね、好きな絵を1枚描くというところから始めてみてはいかがでしょうかね。